お豆腐で簡単に作れるみたらし団子を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はお豆腐で簡単に作れるみたらし団子を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、お豆腐と白玉粉たった2つでお団子を作っていきます。今回はですね、平べったい団子バージョンと、あと串に刺さったまん丸のお団子バージョン2つ作っていきます。ということで本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは材料を紹介します。まずお団子の材料が白玉粉、絹ごし豆腐、この2つでお団子を作っていきます。そしてみたらしのタレの材料がお砂糖、お醤油、みりん、片栗粉、お水です。こちらの材料で今日は作っていきます。はい、それでは早速作っていきます。まず今回はですね、手でこねていくのでしっかりと手を洗ってから作業するようにしてください。それではここに白玉粉、そしてお豆腐です。はい、そうしましたらこれを手でこねていきます。お豆腐をこのように潰しながら白玉粉としっかりと混ぜていきます。ひとまとまりになるまでしっかりとこねていきます。だんだんとねまとまってきました。で、だいたい耳たぶぐらいの硬さになれば OK です。で、もしですねこの時まだねちょっとボソボソっとして固まんないなっていう時はお豆腐を大さじ1杯ぐらいずつ増やしてみてください。これはですねお豆腐の水分量によってもねちょっと硬さが変わってくるので、もし柔らかくなりすぎてしまった時は白玉粉を大さじ1杯加えて硬さを調整してみてください。このように手にあまりつかなくなれば OK です。で、目安としてはね耳たぶぐらいの柔らかさです。で、そうしましたら一口サイズに丸めていきましょう。それではね丸めていきます。はい、手に取ってで一口サイズにくるくる丸めていきましょう。大きさはお好みで OK です。今回は串に刺すタイプと串に刺さないタイプ作っていきたいと思います。まず串に刺さないタイプは少しね平べったくしていきます。はい、このように作ります。これをどんどん作っていきます。で、この時に生地が柔らかすぎると手にねたくさんついてしまいます。なのでその辺はね生地を調整してみてください。まず平べったい団子は12個作りました。で、まだこちら生地が残っているのでこちらは丸くしていきたいと思います。同じように生地を取っていただいて、で団子の大きさにくるくる丸めていきます。このようにまん丸に丸めていきます。はい、丸いお団子はこんな感じです。全部でこちらも12個作りました。これでお団子の生地は OK です。あとはこちらを沸騰したお湯で茹でていきます。それでは鍋に水を張ってこちらを沸騰させます。火加減は強めの中火で OK です。お団子が茹で上がったら冷水につけるので氷水を用意しておきましょう。お水が沸騰しました。こちらの平べったい方から茹でていきます。で、ここに入れます。で、この時入れる時ねやけどしないように注意してください。で、これ茹で上がるとですね上に上がってきます。だいたい1分から2分ほど茹でていきます。はい、お団子が浮き上がってきました。で、お団子が浮き上がってきたら30秒加熱してそれから引き上げます。はい、それではね火を止めてこのようにですね出来上がっていると団子はこうやって浮き上がります。そうしましたらこれをすくって準備しておいた冷水につけましょう。このように冷水につけてお団子を冷やしてください。それでは丸いお団子も茹でていきます。沸騰したお湯に1つずつ入れていきましょう。入れる時にちょっとね置いといた時にへこんでこんな感じで平らになってしまった部分があったらこうやって丸め直して入れてください。はい、これで全部ですね。はい、今こんな感じで茹でてます。まだお団子が下に沈んでいる状態です。これでお団子が上に浮いてくるまで待ちましょう。そしてこちらも同様に冷水を用意しておきましょう。はい、今ね3分ほど経ちました。このようにお団子が上に浮いてきました。お団子が上に浮いてきたらこのまま30秒ねまた茹でていきます。
そしたら火を止めます。であとはこうやってすくって、こちらも同様に冷水に浸しましょう。このまま5分ほど冷水につけます。はい、それではこちら冷やし終わりました。冷やし終わったものは水を切りましょう。キッチンペーパーの上に置いたら、またキッチンペーパーで水分を拭き取ります。これでお団子は完成です。それではできたお団子をお皿に盛っておきます。そしてこの上にみたらしをかけていきます。このように盛りました。それでは丸いお団子も水気を切ります。はい、そして上からまたキッチンペーパーで水気をしっかりと取りましょう。はい、ではこちらの丸いお団子はこちら竹串に刺していきます。むにゅっとこんな感じでね、4個ずつにしていきます。はい、このように串に刺します。串の団子はこれで OK です。それでは串に刺したお団子に軽く焼き色をつけていきます。こちら分量外なんですけれども、サラダ油ですねをフライパンに敷きます。そして全体に伸ばしましょう。火をつけます。そしてフライパンが温まるまで中火で加熱します。フライパンが温まったのでお団子を焼いていきます。もうお湯で茹でているので、お好みで焼き色をつけてください。で焼き色をチェックして、お好みの焼き色になれば OK です。であとは両面焼き色をつけてもいいですし、片面だけでも OK です。今回はですね、片面だけにしていきます。なので火を止めます。そして取り出しましょう。はい、このようにいい感じに焼き色がつきました。それでは最後にみたらしのあんを作っていきます。お鍋にお砂糖とみりん、そしてお醤油、そしてお水、そして片栗粉を入れます。でこれを火にかけましょう。で火にかけたら火加減は中火です。これをとろみがつくまでこのように混ぜながら加熱していきます。はい、とろみがついてきたら混ぜるスピードを少しアップします。でこのようにトロトロになってきたら火加減を弱火にしてください。でこのまま3分ほど加熱していきます。はい、時間が経ちました。3分ほど弱火でゆっくり火入れをして、これで完成です。このようにね、透明で美味しそうなみたらしのタレが出来上がりました。それではこれをお団子にかけていきます。はい、それではまずこちらのお団子からみたらしのタレをかけていきます。はい、これで完成です。すっごく美味しそうですね。そして串に刺さっている方はこのようにバットにみたらしのタレを出して、これで全体にタレを絡めます。これで完成です。串出しのお豆腐みたらし団子の完成です。こちらはこんな感じに仕上がりました。はい、ということで完成しました。はい、こんな感じに仕上がりました。じゃあまずこちらの平べったい方からね、いただきたいと思います。柔らか。それではいただきます。すごい美味しい。とろける。お団子がつるっとしていてすごく柔らかいです。焦げ目をつけて串に刺したみたらしもいただきます。あ、おいしい。こっちのみたらし団子は焼いたところの香ばしさがすっごくいいですね。はい、
ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のポイントとしては特に難しいところはないんですけれども、ただ生地を練った時に少し柔らかくなってしまった時は白玉粉を加えて硬さを調整してみてください。目安としては手につかなくなるぐらいの硬さがちょうどいいかなと思います。今回私はですね、平べったいバージョンと、あとこのように串刺しバージョンを作りました。この串刺しの方は少し油で焼いたんですけど、その香ばしさもまたアクセントになってすごく美味しいです。平べったいお餅も一度お湯で茹でてからその後焼いてみてもいいかなと思います。このままでも十分美味しいんですけど、香ばしさがプラスされてるのもすごく美味しいので、ぜひ試してみてください。みたらしのタレを作るときは絶えずずっと混ぜ続けるようにしてください。そしてとろみがついてきたら少し混ぜるスピードをアップしていただくといいかなと思います。甘さなどはお好みに調整していただいて大丈夫です。で、今回はですね、みたらしにしたんですけれども、ここにきな粉、黒蜜だったりとか、あとはあんこを乗せて食べても美味しいかなと思います。すごく簡単で手軽に作れるので、ぜひ作ってみてください。最後にですね、喉に詰まらせないようにしっかりとよく噛んで召し上がってください。はい、ということで今日はお豆腐で作るみたらし団子を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。